ます。お願いします。よいしょ。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。はい。いつもの通り最初にですね、すぐトレードの話をするんじゃなくて、いつも雑談から入らさせていただいております。今、ちょうどこういうバラの咲いてる時期というか、でして、僕もずっと写真というか、ここに載るのかな？今これ OBS スタジオをちょっと出してますけども、これもう出ないか。これね、これちっちゃく今、写真出てますかね。あ、しめじさんどうも、こんばんは。よろしくお願いします。そうですよね。しどのめさんソロキャンプ中でしたね。いや、そうそう、雑談じゃないですけど、ほれ、ソロキャンプ中とかって、あれできるんです。ズームとか。なんかソロキャンプだったら喋れますよと言ってませんでしたっけ？はい。すごいですね。ソロキャンプ中？ちょっと待ってください。どこですか？電波がよく通ってますね。Wi-Fi というか。はい。いきなり俺ちょっとバラの花、バラがおかしくなっちゃった。ちょっといいや。俺のバラはまた、これ、そう、今出してたところちょっと消しちゃって。そう、ですね。ちょっと雑談からいつも入っちゃうのであれですけども。写真出てました？はいはい、ありがとうございます。そうそう。で、僕はね、日曜日バラを撮りに、写真撮りに行きました。で、もう結構バラはね、撮りに行くことが多くって、例年。今回はちょっと日曜日使って、この岐阜のローズガーデンっていうとこ、超有名ですよ。東海圏だったらみんなここ絶対知ってます。昔はね、ちょっと名前ローズガーデンじゃなかったんですけど、花フェスタ記念公園っていう名前でしたね、ここが。あ、なんかこれ、あれ出ないですね。これ出るのかな？これで。花フェスタ記念公園は。と、やりながら遅い。すいません。ちょっといろいろタブで出してるからかな。インターネットが遅いです。あ、さっきこっそりライブしました。あ、そうなの？東海市の、そうなんですね。そうだ、俺、あれ、やらなきゃいかん。あれですね。YouTube の、なんつうの？ライブやるときにあれですよね。これ。アラート設定しとかなきゃいけないですね。はい。皆さんちゃんとこうアラートで分かってくださってあれだけど、ちゃんとこう何時にやるよって言って出さなきゃいけないですもんね。はい。そうそうそう。すいません。ちょっとまた設定します。はい。こっそりライブ。ね。そうそう。あ、ほいでこれこれがローズガーデンのとこですけどね。はい。そう、結構歩くんですよ。だからね、1万歩は超えてたかな？携帯にいつもアプリ入れてるので、何歩歩いたかっていうのがわかるようになってるんですけど、そう、1万歩は軽く超えてたと思います。まあ、本当に癒されます。はい。ちょうどね、満開の時ですごい混んでました。で、あとは多分、今週隙があれば、まだ、平日でもちょっと昼間トレードをサボっていったろかなと思っています。東海圏だとね、長島の菜花の里っていうところもここも有名なんですけど、浜松のね、
フラワーパークっていうとこも結構あります。これバラって出すだけどダメなんですよね。フラワーパークって言うんですけど、フラワーパークで出るかな？フラワーパーク。あ、出ましたね。浜松。そう、ガーデンパークとフラワーパークがあってね。はい。本当にいいところです。カメラ持ってる人はもう、ここおすすめですね。新城フラワーパークはそうでもないです。あ、ここのね、そう、木曽、国営ね、木曽三河公園フラワーコーナー、ここの川沿いの公園も、ここもすごいですね。こういくつか公園があるんですけど、この、長良川っていうか木曽川のこの沿いというかにね、いっぱいあります。はい。今ちょうどそういう時期なんです。5月晴れ、ちょっと前までほら、天気良くなかったですよね。で、名城公園もいいですね。鶴舞公園もいいですね。はい。なんで、今そういう時期っていうか、今週ね、ちょうど五月晴れになったっていうか、すごい爽やかなね、日があったので、まあこういうチャンスにね、行こうかなと思ってます。まあちょっとトレードの方はね、スキャルピングとかやってると、心が穏やかじゃなくなるので、まあ本当に、まったりトレードしていきながら、まあ、離れも取っていこうかなと思っております。まあ、たくさん、最近はね、そんなたくさんは写真撮れなくなっちゃったっていうかもう、ですけども本当に楽しんで、もうウォーキングがてら行ってるということですね。はい。はい。ですね、そうか、キャンプ。これ出るのかな？東海市の市営公園。ちょっと待ってくださいね。東海市支援、いか。ちょっといかんな。ちょっと、支援公園。市営公園ね。本当ふざけてますよね。あれ？出てきた。コーヒーがうまいって書いてあるけど、ちょっとコーヒーの情報はわからないですけど、東海市の市営公園でいっぱい出てきましたよ。多目的、これかな？ここかな？ズームしますよ。これ多目的公園って書いてある。これかな？ここ、大田川の、あれここ知ってるかも。東雲線だと思うんですけど。っていうか俺、ちょっと見てたらあれですけど、この近所で家庭教師してましたよ。そうそう、また、ここね、出てます、出てる。大坪公園出てますよ、これ。市営公園。写真出てますかね。出るかな？ちょっと写真が。出ました。今、ここにいらっしゃるということで。はい。ちょっと、ビューが出ています、ビューが。ちょっとごめんなさいね。インターネットが遅くって。はい。今、東雲さんのいるとこです。多分。こういうのがありますなんじゃこれ。すごい。ほれ。ありますね。こういう飯盒のとこがあるじゃないですか。こんな感じですかね。真っ暗ですけど、楽しそうですよね。こんな感じで。これそうか、こうやってやればいいんだ。こうやってビューを動かせばいいんだ。そうですよね。
どのあたりにテント張ってんだろうとかってやりそうでした、今。いや、これマジでこんなことやってたら本当に終わんないっす。ここら辺でテント張ってんのかなとか言って。そんな感じですね。すいません。追っかけてる。はい。すいません。また脱線しました。はい。ですね。で、先にこれちょうど東海市が出たので言っときますね。木曜日なんですけど、やっぱりちょっと、ライブお休みしようかなと思います。っていうのは、ここちょうど東海市が出てるので、ちょっと木曜日がですね、結構、この、常滑っていうとこなんですけど、ここで、ちょっと家庭教師が入っちゃってるので、ここからですね、家に帰って10時にな過ぎて、うちトヨタの方なんですけど、帰ってくるのが、ちょっとね、やっぱ11時半超えてしまう。全然準備ができないのもあるので、あんまりふざけてても、あれかなと思うんで、ちょっと木曜日はお休みして土曜日にね、今度やるようにします、ライブは。はい。最近ほんとどんどんね、なんか経済の話、ちゃんとやらなくていいのかなとかって思ってします。はい。すいません。ちょっと、家庭教師と体験があって、時間取っちゃうかもしれないので、木曜日はね、ちょっとお休みさせてもらいますね。はい。はい。それではですね、ちょっと地図の方はさておきまして、今日のテーマをまず話をします。相場の方もね、ちょっと見てきた、さっき見たけど、ナスダックがめちゃくちゃ落ちてました。やばい。またそれはあれです。今日なんですけど、ちょっと僕題名間違えてしまって、負けのゲームとなってますけども、負けではなくて、敗者のゲームでした。というのは、もうかなり昔から言われていたこれ、まあいつもお世話になってます。投資の本要約チャンネルの方のところから、抜粋してちょっと解説をしていきたいなと思うんですけども、こちらの方が、2022年度版の敗者のゲームという、本の内容になります。で、まあ、長期目線ということで、最近はね、ずっと長期目線の、とこになりますけど、まあ、そんな、とこだめ、遠い、そうですね、遠いっす。そうなんですよ。まあ、でも、一回ちょっとちゃんと言って、説明して、まあ、お仕事だから、どういうふうにやれるかなと思ってね、まあ、できるだけ渋滞避けた時間帯で行きたいなと思うんですけどね。はい。まあ、はい。ありがとうございます。で、こちらの方のね、話もしていきたいなと思います。はい。長期目線ですね。はい。それではですね、一個だけちょっと記事があったので、ちょっとあんまりいい記事じゃないんですけど、最近ちょっと目立ったので、この記事を紹介します。これ見られた人いるかな？今ちょっと最近、このグローバルリサーチインストゥルテュートっていう記事なんですけど、前回もちょっとここから抜粋させてもらったんですが、この方ちょっと誰か僕わからないんですけども、ボッサー氏という方が、米国の暴落でコロナ株安時の底値に逆戻りする可能性というお話をしております。まあ、あんまりいい話じゃないんですけど、まあちょっと、この記事の内容ね、抜粋して話をしていきたいと思います。まあ、皆さん、ちょうどこの暴落についてはね、もうご存知かと思いますけども、もともとは、インフレ抑制をこうね、していくために、2018年と同じように、この量的、今度は引き締めを行っていきます。で、まあ、量的引き締めを行っていくので、当然、今まではデフレを回避するために、コロナの関係でデフレを回避するために、まあ、量的緩和をしてたんですね。うん。去年の暮れぐらいまで。で、住宅価格が上がり、それから株価も上がって、物価水準も上げることが目標だった。で、まあ、量的緩和で株価は押し上げてもらえたと。去年の暮れまでね。で、今年になっ
で、まあ、どうなってるかっていうために、まあ、これで資産価格を上昇させて、デフレと戦うことであったならば、インフレと戦うためには、まあ、当然その逆をやるだろうと。まあ、これは皆さんもご存知、今通りかと思います。なので、ちょうどね、この今の、こちらの、金利っていうのをすごくみんな注目をしているわけですね。米国の2年債。ちょっと遅いですね、これ。今日。めちゃくちゃ落ちてますね、今。あ、何これちょっと面白いですね。これ、米国の2年債と10年債がめちゃくちゃ落ちてるのに、半導体もめちゃくちゃ落ちてますね。今。すごいですね。もう今ちょっと話が逸れちゃいましたけど。珍しいですね、これ。あ、ビックスもすごいね、これ。今現在のこれトレードっていうかニューヨーク市場ですけども。いや、10年債、2年債がこんだけ落ちてて、ナスダックが 3.76 も落ちてるって異常ですね、これ。今日の原因は違いますね。金利じゃないですね、これ完全に。恐怖がすごい。ちょっと後で行きますね。800ですね。はい。今、ちょうど暴落中でございます。でこの暴落に関しての、まあお話だったんですけど、インフレ抑制するためには、あとは、まあ、債券の金利を、まあ上昇させて株価を下げなければならない。でですね、これバーッと喋ってることは皆さんも知っているんですけど、この後、その株価をこう下がってくるために、ソフトランディングはありえない。だから最高速度で利上げと、まあ、量的引き締めをそれを達成するような振りをするのはやめようではないかっていうことでですね、下がるときには一気に下がるよということを言いたいみたいです。で、やっぱ気になるところが、この方の、まあこれ S&P のチャートですけども、言っていることがですね、満足しないようだ。この水準を超えると、彼らは緩和を撤回するように見えると、言ってます。まあまあ、これはなんか、わかりますよね。ちょっとチャートも一緒に出していきますね。ちょっとこれ見にくいですけど、S&P の日足です。今ちょっとあるテクニカルを書いてるので、ちょっとグラフというか、こう見えると思います。で、4000というのは、これ S&P500 の4000っていうのは、ちょっとこれ見にくいので、こちらの、ここですね。今太くしましたけど、太い赤にしときますか。見えますかね？今赤い太くしたところが S&P500 の4000のライン。今ちょうど3800までちょっと切ろうとする勢いっていうかね、ひげつけてますけども、今この位置ですね。これ4000です。はい。それからですね、次、3500だとコロナ後の上げ幅をすべて吐き出すことになる。ただそれでも株価はまだ中央銀行によって支えられた水準のように見える。単に支持線が低いだけだ。3500でもまだまだ言ってるんですよ。ちょっとですね、これ3500。僕、前ちょっと3600あたりじゃないかって言ってた水準が、この黒のとこです。ちょっとこれ見えないですけど、こうやってやっていきますか。この黒のとこ。これ何かというと、コロナの2020年の3月がどの水準かっていうと、ここです。ここです。青く今丸したところ。はい。コロナの水準の時は実はですね、2020年の3月は S&P500 がちょっと赤で記しましたね。2268っていうラインです。ここが安かったです。一番安いところ。いいですか？ 2000 で
3500っていうのはどの位置かっていうと、S&P500 の3500は、このあたり。まあ、確かにサポートされている部分もありますね。位置としては2020年の11月。2020年の11月って、あれかな、大統領選挙のとこかなこれ。2020年の11月初め。確か。ということで、この山を、S&P のこう大きい山をちょうど下ってますよっていうのがこれ3500。はい。あ、そうなんですね。ちょっとあれしましたね。産業道路、警察がそうですね。まあ、70キロなので、あそこが、速度が。まあ、そんな、高速みたいに飛ばさないようにします。はい。それでですね、でも僕あれですよ。ちょっとまた雑談で飛んじゃいましたけど、帰りは、多分、絹浦トンネルってあっちの方から帰るので、阿久井通って帰りますね。行きは、産業道路使うと思いますけどね。名古屋から仕事なので、はい。はい。それでですね、この次。2500だとって書いてあります。来た。この方はどうやら、2500あたりで見てるみたいです。怖いですね。2500だとコロナ後の上げ幅をすべて吐き出したことだけではなく、コロナ前の上昇のいくらかも吐き出すことになる。もし実際にコロナ後に労働力の供給に異常が起こり、その原因の一部が資産価格の上昇にあるなら、インフレを落ち着かせるためには、おそらくコロナ前の資産価格が適切ということにならざるを得ない。何を言ってるかというと、きっとですね、今までコロナのことでデフレになって経済を上げていこうということで量的緩和をした。でも、それによって、ちょっと、やっぱコロナの時聞いてたのが、これアメリカの方にちゃんと聞かなきゃわからないんですけども、アメリカで、支援金とか配ってる、とか、あと失業保険とか、半端なく多かったみたいですよね。30万とか、月にね。そうすると、失業率が、一向に当然、働かなくても、給付金が結構出てたから、アメリカは。で、労働供給に異常が起こりっていうことが、その一部が、これ、資産価格の上昇にあるならっていうことで、もしかしたら、このことも、なんて言うんでしょうね。要は株とかそういうので、コロナ対策でお金をばらまきすぎたっていうことで、その前まで戻していった方がいいのではないかっていうのが適切じゃないかっていうのが、この S&P の2500っていう理由らしいです。いや、かなりこれ厳しい話ですよね、こうなると。俺はですね、2500ってここですよ。いや、これはなんか本当にね、信じたくないですよね、ここは。これになると、なんだろう。多分です。もしですよ、この2500になったら、日本人の積み立てとしての、なんて言うんでしょう。信用っていうか、さすがに、長期で頑張ればって言ってても、2500だとね、ちょっと考えられないですよね。もう別に希望的観測ってトレーダーがこんなこと言っちゃいけないですけど、3500あたりはね、考えられても2500はね、いやもう考えたくないっす。はい。という、記事が出ていた。かなりきつい記事ですよね、これ。
で、まあこれ何が言いたいかというと、1970年代と同じような下落幅って言ってるんですよ。これもね、2年連続。これ、確かね、このオイルショックの時の下がり幅っていうか、2年間で 50% ぐらい下がったんですよね。確か。はい、これですね。これと同じって言ったら、まあ、ねえ、なるんでしょうね。もう本当にね、いい話じゃなくて申し訳ないんですけど。で、これがね、結構目立ったみたいですね。やっぱりこういう話って聞きたくないですけど、目立ったニュースだったので、ちょっと紹介させてもらいました。まあ、SP2500 ね、考えたくないですよね。まあ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 、まあ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 ね。うん、バーゲンセールと捉えたいんですけど、今、まあ持ってる人たちにとって、まあ、きついとは思いますよ、やっぱり。やっぱ下がり度合いっていうか、にもよるっていうか、おいおいおいっていう。もうナスダック、これも SP500 が2500だったら、ナスダックはどうなるんでしょうね。もう、わかんないですね。はい。まあ、可能性は、まあ、相場って、もう個別株でも思うんですけど、ね、もうえげつないですけどね。まあ、指数でこれかよって感じですね。はい。それではですね、せっかくなので、今日の相場のことをやって特集の方に移りたいと思います。はい。1時間経ったので、まあ、だいぶ動きが落ち着いたかなと思うんですけど、全然落ち着いてないですかね。ちょっと遅いですね、今日はインターネットが。なんでか。はい。ナスダックは 3.62 マイナスです、この時点で。いやー。11,000。SP500 が3,887。うん。もう皆さん短期トレードしてる方はショートしてればいいですけどね。もういつか短期でロングしてやろうとか個別株買ってやろうったらもうとんでもないことになりますよ。はい。先物もグワーンと落ちてますね。はい。ダウもやっぱりつれ下げてきましたね。最初ちょっと食いとどまってましたけど、まあアップルとかマイクロソフトも入ってますので、ダウは。ハイテク系がこんだけ下げてればきっと、はい、下げてると思います。うん。恐怖指数、また30まで上がっちゃいましたね。まあ、本当に今年はね、もしかすると、日本人でまた、ただでさえ、この間なんかやってたな、ダンさんの方でも。株をやってる人が 20% ぐらいだって、あんまり上がってないみたいですね。今年でさらに下がると思いますよ。こんだけ、まあ、株をやれやれって言ってみんな言ってるのに、なんだよ、やってみたらこうじゃねえかって言われちゃう人がいっぱいいるわけで、やめちゃう人もいると思いますね。こんだけ、やっぱり最初にこけちゃうとね、きついと思いますよ。前からやってる人でって、まあでも今年の経験はなかなかしないことですけどね。いや、また30に行っちゃいました。はい。あと、各個別のやつも見てきますね。世界の方もちょっと一緒に見てきます。中国と、香港も、今日なんでこのインターネットがこんな遅いんだろう。すいません、なんか遅いですね。消しても意味ないよな。ちょっと待ってくださいね。なんででしょうね。久々です。こういうなんか遅くなってんの。ネットが。はい。中国が 2.41 で上海総合指数下げてます。3000か。ちょっとまた下がってきちゃいましたね。香港は 1.75 ですけど下げてるの。2万なので、下げてるっていうよりも、まあ2万のところで今ずっと、行ったり来たりしてますね。
半導体系、韓国のサムスンもなんかすごい投資するって言ってましたね。まあでも、下がり続けてます。台湾もまだダメですね。ヨーロッパの方を見てみましょう。あ、そうですね。カクカク感があります。すいません。なんか、今日、ちょっと、なぜかわからないですけど、調子が悪いです。はい。久々ですね。最近ずっと調子良かったんですけどね。はい。ドコモが。イギリス、ドイツ、フランスともに下げてますけども、イギリスはまあまあいい位置です。7400。今ちょっと下げてますけどね。ドイツはまだまだ13900。まだまだです。ユーロももっと悪いですね。3600です。50。良くないですね、まだ。東南アジアは変わりません。インドもなかなか上がってきません。ベトナムはもうど底根からちょっと這い上がりました。インドネシアもまあまあ高い位置、ダーンと落ちましたけどね、ちょっと戻しました。その他のとこで注目してるのは最近は南アフリカがまだ良くないですね。あと、ブラジルも落としてきました、最近。はい。いう状態。オーストラリアは変わんないな。あ、でも落としてました、ちょっと前までは。はい。ですね。はい。コモディティ見てみましょう。現在のコモディティも、ちょっと変な動きをしていますね。ゴールドが、やっぱりちょっとここで、ニューヨーク市場が暴落してるのを受けてか、ゴールドがキュッと上がってます。シルバーもキュッと上がってます。リスクヘッジでしょうか。原油が、なんかこれ、ちょっと前までショートカバー的な動きをしています。111ですけど、パーンと上がってましたね。パーンと上がってます。天然ガスは、これ、一時期多分、最高値じゃないです。9まで行ってますね。今日ちょっと落ち着いてますけど、これ昨日かな、すごい上がったの。はい。ちょっと天然ガスもこの1日2日ボラティリティがすごい高いと思います。灯油も高いですね。コモディティちょっとなんかこれコーンと小麦もおかしい動きしてますね。小麦がこれなんか小麦とコーン同時刻にギャーンと下げて、ちょっと戻してますけど、これもおかしいです。これ絶対ニューヨーク市場となんか影響がありますね。あとなんか砂糖も記事が出てましたね。インドとの関係だと思う。需要の関係だと思いますけど、なんか砂糖を輸出しないとかなんかそんなようなニュースを受けてか下がってますね。はい。ドル円もすごいですね。今日ちょっとボラティリティがすごいですね。ドル円が126まで来てますね。急に下げてますね。まあこれ、アメリカ市場がきっかけでしょうね、きっと。仮想通貨見ます。おっと、またすごい下げてたぞ、今。もう、今日総悲観ですね。ほぼほぼ。はい。総悲観になっております。いや、もう、仮想通貨も当分見たくねえわ。もう、何年ぐらいまで置いとこうかなって感じです。もうはい。これはいかん。ビットコイン多分3万ドル切るか切らんかですね。イーサリアムも2000ドルを切ったんじゃないですか、これは。かなり低いです、この水準は。はい。買い得って言うのかないやー、もうちょっと、やっぱり仮想通貨は本当に不安になりますね。やっぱ、まだまだ信用がないものですから、はい。思います。なんか、仮想通貨また、ちょっと価値がなくなるって言ってた人がいたみたいですね。関係あるかわかんないですけど。はい。
原油は今触らない方がいいですね。ああ、やっぱそうですね。ちょっと見たら、ちょっと、ボラが高いっていうか、なんか、はい、ロスカットに合ってる人が多かったり、なんかしてる感じでしたね。はい。現在のヒートマップ見ます。これ、1時間経った時の、S&P500 のヒートマップです。真っ赤っかです。セクター見ます。Facebook、メタが 9% 落ちてますね。これがでかい。Google が8。Google 2000なんだ。3000近くあったのにね。Amazon ずーっと落としてますね。はい。テスラもずーっと落としてますね。これはもう完全に大型株がもうめちゃくちゃ売られてるのが原因ですね。ほぼ。アメリカを牽引している大型株の売られ方が半端じゃないです。半導体も引き続きすごいです。NVIDIA も158まで来ちゃいましたね。いやー、ショートしている人はウハウハですね、もうずっと。でも日本人はアメリカの株ショートしてるっていう人そう多くないと思います。GMO クリック証券とか IG 証券で、もし個別株ショートしてれば別ですけど、そこまでのね、知識と技術を持ってる人がそうたくさんいるかとは思えないですね。少なくとも CFD をまずやってる人口が少ないですから、信用取引がね、7月から出ると言っても、そんなにね、個別株をショートするっていう技術たくさん持ってる人いないと思いますんで、多分もう、指数抱いてる人は、と思ってると思いますよ。はい。ちなみに、プラスになっているところというかは、一般消費、P&G、コカ・コーラ、ペプシ。プラスっていうよりもほとんど変わらないですね。コストコもウォルマートもプラマイゼロって感じです。下げてるっていうよりも上がってないですけど。こちらのヘルスケアの方も変わってません。0.5。ファイザー 0.47。そうですね。あんまり変わってないです。ということで、この最近ずーっと見てますけど、大型株のこのね、上、左、半分。もうここはいつも真っ赤。で、たまにこの金融関係がどうかなみたいな感じ。で、右側。今日は、エネルギーはそんなにそんなんでもないですけどね。右側が。でも最近この、ウォルマートとコストコとターゲット、ここは決算でやられたので、ね、インフレの、最終じゃないですけど。うん。なので本当にこの斜めを見た左上と、小型株っていう感じの構造は変わってないですね。はい。はい。それでは、今日はこんな感じで、では特集の方に参りましょうか。世界のテクニカルのやつも時間があったらお見せしたいと思います。最近ね、ちょっと、こんな風に言うのもあれですけど、また、見方というか、見えます？ちょっと、今、コツコツと頑張って、新しく皆さんにをパッと見て、わかりやすいものを作りたいなと思って、今これたまたまです。ナスダックをちょっと冷やしで見ると、トレンドラインを引いてって気づいたことで、僕の方で別にボリンジャーバンドじゃないんですけど、一つのこのローソク足の目安と、上昇トレンド、下降トレンドを書いた時のトレンドラインを一つの、平行四辺形。これなんだっけ、ダイヤモンドゾーンって言うんですけど、をちょっと大きくして、一個の直近だけではなくて、だいたいスイングトレードができる半年ぐらいの期間でパッと見た時に、ナスダックっていうのはこれぐらいの値幅で、これぐらいの上がり幅で、上がってる下がってる。平行四辺形で見るとわかりやすいなと思ったんですよ。っていうのは、上がり幅がこれぐらい。これくらい。下がり幅がこれくらい。これくらい。
これで見ていただくと、いかにナスダックの冷やし、ナスダックが下落トレンドになってるかっていうのが、まあ、一目瞭然。しかも長さを測ってみると、まあ、上がり幅のこの長さに対して下がり幅がこれだけと考えればですよ。上がりが1に対して下がりの幅が3から4ぐらいあります。わかりますかね、言ってること。だいたいまあ、どこで取るかっていうことあるんですけど、この平行四辺形の形を見ていただくとパッとわかりやすいかなと思って、ちょっと出してあります。ダウもそうです。ダウの方がまだ平行四辺形の形がそんなに、なんつうの平べったくないっていうか、ナスダックと比べればね。はい。まだ、上がり幅と下がり幅の方が大きいですけどね。こういう感じで、今作っております。はい。じゃあですね、ここからですね、特集の方に行きたいと思います。はい。まあ、いつもお世話になってます。YouTube の、本要約チャンネル、投資の本の要約チャンネル。で、つい最近出たんですけど、この本がですね、もう10年ぐらい前から出ていて、どんどんそのリニューアルしていってるらしいです。うん。ということで、まあ、全部15分ぐらいの内容ですので、ちょっと、まあ、10分ぐらい一緒に聞きながらね、勉強してもらいたいなと思います。ちょっとですね、聞こえるかな？していきたいと思います。本書は2022年に出版されているので、コロナ禍の状況も踏まえた上での最新データが掲載されております。前回の現状第6版、これが翻訳されていまして、このチャンネルでも動画でご紹介していたんですけれども、この時から章立ても増えまして、さらに包括的な内容に進化したなという印象があります。前は23章立てだったんですけど、今回29章立てと、まあ一章一章の長さも本当にバラバラなんで、めちゃめちゃ増えたっていう感じではないんですけれども、確実に進化しているな、そして幅広い内容になったなという感じがします。かといって小難しい雰囲気はないんですよね。むしろ以前よりもですね、表現の改善だとか図表が分かりやすくなったりだとかで読みやすくなったんじゃないかなというふうに思います。でなおかつですね、それぞれの章の中で込み出しとかも追加されたんで、読んでいく中でのメリハリもついたので、かなり読みやすい一冊になってますね。もともと超名著だったんですけれども、今回のリニューアルを伴ってですね、もう個人的にはインデックス投資本でナンバーワンぐらいになったんじゃないかなって思うぐらいのかなり素晴らしい作品になっております。とはいえリニューアルなので、大まかな内容はこれまでと同じです。軸は全くブレていません。なので前回の動画では基本的なことをご紹介したので、今回の動画ではその復習と追加された部分の話をしていきたいと思います。ちなみに章立てが増えたっていうことだったんですけど、まあこんな感じでちょこちょこ増やされてるんですね。であとは章のタイトルも少し変更されていたりだとか、より広い内容になったなというイメージがあります。ここのちょっと債券について飛ばしますね。本書の肝の部分になってくるところの復習からしていきたいと思います。この敗者のゲームというタイトル、どういう意味かっていうと、投資において市場平均を上回ろうとすることは敗者のゲームだって言ってるんですね。例えるならテニスの試合、プロのテニスの試合っていうのはどっちかが目覚ましいスーパーショットで点を奪うっていうことが多いんですけれども、投資の世界はアマチュアテニスみたいなもんだと。でアマチュアのテニスっていうのは相手のミスによって点をゲットしたみたいな、どっちかが素晴らしいプレーをしたっていうよりはミスによって点をもらえたっていう点の取り方の方が多いので、ミスの少ない方が勝つっていうことが多い。それがアマチュアのテニスなんですけど、投資の世界でもそういうところがあると。なので完璧に予想を当てて狙い通りの個別株で大勝ちするっていうよりは、なるべく変なプレーをしない、ミスをしない、その方が結果的に総合成績は高くなるんだよ。そういうことを言ってるのがこの敗者のゲームっていう意味ですね。でそれを実現するのに一番簡単なのがインデックス投資ということで、その軸はずっと変わっていませんし、今回のリニューアルでも全く変わっていません。市場平均を上回ろうとするのは、いわば法定速度より10キロ速く運転するようなものですと。運転において求められるのは適切なスピードで運転して大事故を起こさないこと、そして目的地にたどり着くこと、これが一番の目的ですよね。普段の運転でプラス何秒早かった、プラス1分早かった、それによって事故のリスクが上がるんだったら、そんな運転絶対ダメですよね。安全にとにかく目的地に着くこと、資産運用においても重要で、大怪我せずに最終的な長期目標を叶えること、これが重要になってきます。
まずはじめに市場タイミングにかけるなという話をしていきます。本書に載っていたとあるプロのトレーダーの言葉ですけれども、市場タイミングに関する様々な興味深いアプローチを見てきて、40年間の運用でそのほとんどを試した。しかしどんなにいい方法であっても私の時にはどれ一つとしてうまくいかなかったと。投資を生業として40年以上ずっと投資の世界で生きてきた人間でも、市場タイミングに関する絶対勝てる法則っていうのはないっていうことなんですよね。だったらもうその市場タイミングっていうリスクは捨てるべきなんです。事例として過去72年間でベストの5日を逃してしまうと、配当再投資しない場合で複利で 50% もの損をするというデータが出ております。さらに過去112年間に伸ばすと、10日間のベストデーを逃してしまうと利益の3分の2を失っていたとそういったデータもあるぐらいです。果たしてそのベストな5日とかベストな10日とかをぴったり予測して当てることってできますかね。これはイメージで言えば、稲妻が輝く瞬間に相場に居合わせなければいけない。つまり本当一瞬の間に上がるその時にタイミング投資をして相場から出ていたらめちゃめちゃもったいないということなんですよ。そしてその稲妻が輝くですね、大きく上がる瞬間っていうのは意外と相場が悪いところから上がり始めた時とかにあったりもします。そういう時に限って多くの人は資金を引き上げている時なので、その稲妻のようなリターンを享受できなくなってしまうんですね。なので相場が悪い時ほど相場から逃げてはいけない、お金を引き上げてはいけない、売ってはいけない、ずーっといなきゃいけないと。そうでもしないとこのベストな日っていうのを逃してしまうということなんですね。この市場タイミングの問題、インデックス投資を選んだとしても頻繁に売り買いしていてはダメで、上がるタイミングはいつかわからないのだからずーっと持っていかなきゃいけない。これは非常に重要なポイントですね。そしてアクティブ運用が負ける理由、これは裏を返せばなぜインデックスをずっと持ちっぱなしにするだけで勝てるのかということにもなってくるんですけど、例えばですね、皆さんこんなことありませんか。こうレジとかで並んでいて、あ、こっちの方が早そうだなって言って列を並び直したところ、実は元いた方が早かった。列を変えたことによって結局遅くなってしまった。そんな経験一度はあるんじゃないでしょうか。これは投資の世界でも同じことが起こっていて、マネージャーを変えることによって損をしてしまう、そういったことが挙げられます。あっちのマネージャーのファンドの方がリターン良さそうだな、直近のリターンすごく高いなと思って乗り換えたとしますよね。そうすると次の市場の環境の時には元のファンドマネージャーの方が次の相場のタイミングには合う人で、乗り換えた途端これまで調子の良かったマネージャーは調子が悪くなり、それまで悪かったマネージャーは調子が良くなるということが往々にして起こりやすいと。そしてこの乗り換えに対してもわざわざコストをかけてその後調子が悪くなる方のファンドマネージャーに乗り換えていると、手数料をかけてリターンを落とすと、そういったことがあるんですね。なのでずっと長期で特定のインデックス商品を持ち続ける、これがいかに最強かっていうことですよね。その他は前回の動画とも被る部分が多いので割愛するんですが、さらに充実した一冊になっていますよということをご紹介していきます。先ほどもあった通り、まず章立てが結構増えてるんですよね。もちろんこの変わった章以外の章でも表現が変わっていたりだとか、表が追加されていたり文章も追加されていたりと全体的にリニューアルされているんですけれども、明らかに全体の充実感っていうのが増しています。個人的に意外だったのは行動経済学の範囲にまで広がっていたということですね。投資成果に対する考え方として、投資の成果っていうのは運用機関の責任なんじゃないかとか、市場の責任なんじゃないかとかで、自分自身はあまりできることがないと、そういう風に考えていることって一般的には多いと思われるんですけど、実はこれは非常に間違えてる考え方で、こういった考えではいけないということなんですね。正しいのはむしろこれぐらいの感じ。投資家自身の責任がめちゃめちゃ大きく、運用機関の責任っていうのはこの程度しかないんですと。つまり結果が良くなるか悪くなるかっていうのは投資家自身の判断にかかっているということなんです。そういった事実があった時に知るべきなのが、人間っていうのは必ずしも合理的じゃないっていうことですね。特に頻繁に売り買いをしたり、銘柄選択で特定の銘柄にかけたりする人、そういう人たちっていうのは多くの心理的バイアスがかかっています。自分では合理的な判断、論理的な判断をしているつもりでも、いろんな心理的バイアスがかかっています。時にはリスクを回避しすぎてしまう、場合によっては今もそうかもしれませんが、下落相場において非常に弱気になりすぎてしまったりだとかで、忍耐力が不足しているので最初は長期投資するつもりだったんだけど、市場が下がり始めると早々に資金を引き上げてしまうだとか、あとは課題に借り入れてしまう、
レバナスをはじめとしたレバレッジ商品っていうのを長期で運用するっていうのがそもそもないんですけれども、そのことは今年の年始ぐらいの動画でも出していたんですが、過大なレバレッジは危険なんですよ。あくまであれは短期投資向けの商品、詳しくはその時動画で出しているんで割愛しますが、それもですね、あまりに楽観的になりすぎているというバイアスがかかった状態と考えられます。で、あとはプライドが高い、そういうのもあるかもしれないですね。あとは感情的になってしまう。これもあらゆる状況で見られる現象ですね。人間っていうのは感情的になってしまう。で、これは投資において非常に足を引っ張ります。というか、この全てが感情に起因していると言っていいかもしれません。そういった心によってですね、人間は非合理な行動をとってしまう。つまり間違えた行動をとってしまう。それを全部排除できるのが敗者のゲームでも言われているインデックス投資なんで、そういったですね、行動経済学、人間の心理、行動の傾向に対する話も追加されていたので、さらに充実した本になったなというふうに感じました。で、あとはですね、債券投資に一言というふうにもあったり、運用資産全体の全体像、基本的に株式投資を進める本なんですけれども、全体で見ましょうっていうことが、さらに追加されていましたね。で、債券に関しては一言っていうよりも、むしろ債券投資に物申すって言った方がいいんじゃないぐらいの感じですね。というのもですね、著者のチャールズ・エリス氏、彼は今現在80代です。で、一般的にですね、年齢上がれば上がるほど債券比率を上げましょうっていうことが言われるんですけれども、そういう法則にのっとると、80代は債券比率 80% とか、そういう風に言われることがあるんですけど、彼の場合、債券比率っていうのはゼロにしているということなんですね。まず一つとしては、本書でもあるように、超長期で見た場合、株式の複利リターンっていうのが圧倒的に大きいということ。なので、リターン最大化するために株式を持つっていうこと。これが一番大きな理由ではあるんですけれども、安全資産はそもそも他にも持っていると。例えば、持ち家、家具など。こんな風に書いてあったんで、多分家具もね、いい家具持ってるんだろうなと思いました。で、持ち家に関しても、ここはね、一概には言えないんですけど、っていうのも日本とアメリカでは、住宅の資産価値の残存価値っていうのが結構違うので、日本人がそのまま受け入れていいものではないと思うんですけど、持ち家もある程度資産にはなりますよと。で、こういったですね、家とかサラさんいろいろ情報ありがとうございます。安全資産っていうのが総資産の 30% から 40% ぐらいですよっていうふうに言ってるんですね。なので、金融資産に関しては寒くないです。今日今寒くないのか。全資産っていうふうに考えると実質60とか 70% キャンプ中です。そのぐらいになるのかなっていうふうに思いましたね。でも確かに持ち家持ってる人であればそうですよね。土地の場所とかによっても変わるかもしれないですけど、これを安全資産と考えるのであれば、さらにプラスアルファで債券という安全資産を持つ必要があるのかということをですね、彼は言っていたわけです。そしてもう一つ、自分の世代で僕の資産運用終わりじゃないというふうに言ってるんですね。子供たちに相続ができますからね。そうすると一般論では80代っていうのはもう引き落とししか考えなくていいから安全資産にしておきましょう。短期のリスクがある株式じゃなくて安全資産増やしましょうというふうに言われるんですけど、相続できますからね。で、子供は50代、孫に至っては10代ということなので、もうがっつりとですね、リスク資産、株式に舵を切るんだというふうなことを言われておりました。でも確かに家族がいる方であれば、年齢が高くあっても彼みたいにね、株式を 100% にするっていう理由が、次の世代のことを考えるのであれば確かにそうかもしれません。そういった理由もあって、結論として年齢とともに債券比率を上げるっていう一般的なセオリーっていうのは最良とは言えないということですね。で、さらにですね、現状の債券資産っていうのは長い歴史上を見ても特に今は低金利の時代です。敗者のゲームも1985年に初版なので、もう40年弱になってくるんですけど、この40年っていうのはどんどん金利が下がってきた40年なんですね。なのでインフレっていうところを考慮すると、今は全く利益が出ない金融資産ということができます。なので長期的な観点ではメリットがかなり薄いと。とはいえ、どんな状況においても全然債券は必要ないかっていうと、そういう完全否定ではなくて、短期的なまさかの時の備えとしての意味はあるという感じですね。なおかつ世界が悲惨的な状況になった場合においては、リスク許容度に応じて配分を考慮するという程度ではあるんですけど、全くゼロっていう感じではないけど、基本的には株式一択で十分という感じなんですが、債券はかなり補助的な資産という感じですね。この点に関しては個人的にはですね、個人投資家であればまさかの備えっていうのは現金でもある程度は代用できるとは思っています。というようにですね、
さらに充実した一冊になりましたということですね。ということで、今回のリニューアル版、本当に僕、投資本200冊、300冊と読んできましたけど、インデックス投資の関連本としては、今回の本はおすすめ度ナンバーワンと言ってもいいかもしれません。そして新しい表も追加されたり、データが改善されたり、記述が変わっていたりと、全体的な読みやすさ、理解のしやすさっていうのが上がっているので、より洗練された一冊になってるなという。はい。じゃあ、ここら辺ぐらいにします。掲載されております。すいません。はい。ですね、このインデックス投資のこの敗者のゲームっていうのも含めて、インデックス投資のその S&P500 のね、もうインデックス投資って言うとほとんど皆さん S&P500 だと思うんですけど、大体なんていうの出してくる人たちアメリカの方ばっかりで、他で全世界で書いてる人より S&P500 でが多いかな。で、そうですね、リターン率とか見ていても、僕もいろいろデータ見てて、10年かな。10年最低 ?10 年で負けないのかなって感じがします。15年、20年やったらすごいと思いますけど、すごいっていうか積み立て NISA、本当そう、日本の知ってます積み立て NISA の低さ。この間ね、ちょっと調べたんですよ。NISA と積み立て NISA の、今度ほら、2024年の、改定で、NISA 一緒になるじゃないですか。で、現在、その NISA と積み立て NISA って別々になってますけど、この、資金とか、口座数で積み立て NISA がね、全然ないです。みんなね、多分、投資をね、最初に、やられる方っていうのがね、とりあえず短期間で5年ですけど、で、税金がかからないようにするためにみたいな感じで NISA を選んでいる人が圧倒的多いみたい。だから、これから20年とか考えられる積み立て NISA をやってる人っていうのが、NISA とね、比べてね、1対5ぐらいの割合でしたね。ほんと少ない。びっくりしました。で、そういう制度の改革で、この本当に、長期にわたっていいよってみんな言ってるんだけど、まだ多分、積み立て NISA を、例えば満期で迎えるような人ってほとんどいないわけですよ。だから、結局、この20年貯めて、積み立て NISA でこうなりましたっていう人がいないわけだから、もう昔のそのアメリカの方々で、こういう長期で積み立てをされてる方が大丈夫だよって言ってくれる本でしか、信用ができないというかね、とこもあるかと思います。はい。はい。今ちょっとせっかく真面目に喋ってるところアウトドアですね。はい。そうですよ。もう、篠宮さん、アウトドアでこう喋ってくださいよ。アウトドアインデックスって。はい。はい。ということでね、また、この敗者のゲームっていうのがね、インデックスで放置するのが最強ということで、皆さん分かっていたことかもしれないんですけどね。僕的には、この短期で CFD をやったりとか、仮想通貨やったりとかは、本当に勉強のためとか、経済を知っていくため、お金を投資して、大人の社会勉強じゃないですけどね、するためにやってると思ってます。なので、僕もイデコとか、NISA とかは、ほっといてるっていうか、ね、ここではありますけどね。正直、イデコの70歳までもし、積み立てができれば、なんて言うんでしょう。老後はいいかなって自分では勝手に思って、楽観的に思ってますね。だから他のトレードとかはね、本当に勉強のためっていう感覚で今持ってますね。はい。はい。それでは、今日この敗者のゲームはこれぐらいにして、では相場の方のね、ちょっと世界の株価指数のさっきのちょっと見ていきたいなと思っております。リセッションの過ごし方について。
あれそれどっかで聞いたことあるぞ。あれそれ誰かの、あ、そうか、たまたまかな、あれ、YouTuber さんでその名前で出してる人がいた気がしましたけど。久しぶりにダンさんザッピングしたら月5万で40年とか言ってましたね。そうなんですよ。ダンさんはね、金額がちょっとね、でかい。前10万だったんですよ、月に。この前。プロのね、トレーダーのね、感覚ってね、金銭感覚ちょっと違うのかなと思っちゃいました。いや。うん。月5万で40年であれでしょ？言いたいのが、あの方が1億5000万とかって言いたいんじゃないです？確か。それで送り人って言ってて。あ、そうそう。ちょっとまた話がそれますけど、最近日本ではどうも、ファイヤーとかって、なんか、ちょっと、感覚が違うみたいです。なんて言ったらいいのかな。例えば、僕らが、これからあと10年、15年して、60歳とか65歳で、1億とかって行くとするじゃないですか。で、ファイヤーしたって言うじゃないですか。60歳でファイヤーしようが、65歳で定年になろうが、どっちもファイヤーじゃないですか。お金があるかないか。うん。思うんですけど、ちょっと、投資で1億で送り人になることが、そんなに幸せなことじゃないんじゃないっていう、すごく感じますね。僕は最近いろいろやっぱり見てきて、一時期そのアメリカの株式が上がってきたからそれに乗じてファイヤーしましたって言ってる人が、ああ、そうなんだって見てるけど、今私たちがその感じる感覚って、ファイヤーって、そうか？そんなにいいかって別にね、それよりも、なんかその日に、こう、幸せになれることを考えて生きて、まあ当然ファイヤーの方もそうやって考えてるとは思うんですけど、まあファイヤーっていう言葉自体がどうも今の日本のその投資に対する投資をやった方がいいっていう理由になってない気はしてます。はい。まあ老後のために、なんていうのかな。投資積み立てした方がいいよっていうのはいいと思うんですよ。だからなんか働かなくなることで自由になれるファイヤーの目指してっていうことじゃなくって、お金があった方が自由になれる。いろいろね。お金があった方が、いろんな仕事とかも無理せず自由になれるっていう意味でお金は大事だよってことはわかります。はい。わかるんですよ。だからそれがじゃあ1000万、2000万、1億？僕ここについてはね、あんまりそこは関係ないんでは、言い方、しのべさん、熱い話をしながら僕は、外で焼き鳥焼いて食べたらトレード、今原油やってないんですね。じゃあ、はい。目標1億の設定だからそうなんだろうと40年って速攻違うのみ。まあ、人々のその考え方っていろいろあると思うんですけど、やっぱ今のそのトレーダーの YouTuber さんとかってやっぱ信用があるから、なんて言うんですか、1億とかファイヤーしましたとか言った方が、ほら、人が見てくれたり信用する可能性も当然あるから、インフルエンサーとしてはね、いいことかもしれないですけど、だからといって、どうなのっていう気はしてきますね。だからそれはもしかしたら、皆さんがいろいろ、例えば僕も含めて、投資のこととか経済のことが勉強してきたときに、じゃあ、果たして、最近もう一個思うのが、ジム・クレーマーさんって、マットマネーでやっている、ジム・クレーマーさんもあるじゃないですか。で、
僕もその僕なりでその一つ参考にはしてるんだけど、ジム・クレーマーさんの考え方でも、そうなのとか、ってこう考えたりすることもできてきたっていうか、自分の参考にしながら自分の意見もこう、持てるっていうか否定ではないけどね、持てるようになってきたなっていう感覚はね、ありましたね。一番はね、ジム・クレーマーさんが言ってたところでね、違うなと思ったら、アップルは一生持っとけっていう、ことをちょっと言ってたので、いや、もうアップルでも、今下がってきてあれですけど、株は、個別株っていつかは必ず落ちていくわけですよ。インデックスはわからないですよ。入れ替えしていきますから。だけど、個別株に至っては、必ず落ちる日がやってくるわけですよ、絶対に。10年だろうが。だって、僕もあんまり知らないですけど、10年前とかの IT の一番って IBM とかだったですよね。マイクロソフトとか。マイクロソフトは今も強いですけど、必ず、なんていうのか、IT 系もそうですし、株も変わってくると思うんですよね。だから、ずっと持っとく株なんてないんじゃないのって思ったりね。そういうこともあるわけです。いろいろ勉強してきたからかわからないんですけど、自分なりの意見もね、出てきたなっていう気がしております。はい。はいはい。マスク氏が16リセッションについて雑談したので、なるほど。経済というとお金と思うけど、経済はお金じゃないとか言っていたので確認してみます。でも、イーロン・マスクは僕思うのすごいのは、なんかあんまりお金について執着していないところはある気はしますよね。お金を持ってる人だからかしら、ベソスさんもそうですけど、お金を持ってる人だからお金の匂いがしないっていうか、ギラギラしてないですよね。それは思いますね。ビル・ゲイツもそうか。本当のお金持ちってお金になんか執着してるように見えないですよね。はい。なんかそんな気はしますけど。はい。はい。じゃあ、僕もそんな経済をこう、あれするんじゃなくて、勉強してきながら、僕の場合は、ちょっとした未来を楽しみたい。世界の動きとか見て楽しみたい。でもうちょっと言うなら、教育関係があるので、発展途上の、ところの経済とかが潤って、日本はもう本当に申し訳ないけど、落ちてくかもしれないけども、でも視野を広げて世界を見ていれば、もっと楽しい世界ってたくさんあるんじゃないかなっていうのを、それをね、なんか生きてる間見ていきたいんですよ。はい。そういうとこに投資をしたい。だから、仮想通貨も、そういうこう発展途上国とかの方が、銀行がないところが、そういう、ブロックチェーンという技術を持って、少し資産をね、こう貯めることができたりするのが、いろいろ悪いことに使われたり、いろんなまだね、要素は持ってますけど、そういうところになんか可能性を持って、もらえたらいいなっていう思いのが強いですね。はい。仮想通貨だけではないですけど。はい。はい。それでは、残り時間でちょっと、指数についてのちょっと考え方とかを今日見れるだけちょっと見ていきたいなと思います。はい。ではですね、ちょっと今日はこの指数について、パッパーとやっていきたいと思いますね。はい。S&P の冷やしになります。もう皆さん何度も見てるかと思いますけども、この見方の方が S&P、ちょうど緑のラインが3ヶ月周期になります。小さくします。ということで、この平行四辺形の部分は何を表しているかというと、だいたい僕が見た、一番安いところと直近の高いところを平行四辺形でトレンドラインとして結んだ形。はい。見ていただくと、この長さに対して、下落トレンドの方が圧倒的に強いよっていうことがよくわかると思います。で、しかも今、
このトレンドの中だと下落トレンドの下、この位置にいます。だからまだ、下落トレンドのこの平行四辺形が、もしかすると下がっていくことで、こうね、こうなっていくかもしれません。ありますかね。で、もっと下がっていく可能性もあります。ここまた書いていきたいと思います。今、この時点ですね。こういう感じです。いいですか？この形を見ていただけたらと思います。一つの参考資料ですね。ナスダックも見ていただいたので、ダウも。で、次ね、さっきナスダックとダウやったので、次のとこ行きますね。久々出します。あれどうなったんです？俺が言うのはなんだけど、日米首脳会談終わった？なんかね、全然ニュースにならないんですよ。なんか台湾のことはちょっと一部ニュースになったと思うんですけど、俺がニュース見てないのかな？本当にね、話題に出てこないですね。岸田さんとバイデンさん。NHK しかやらないのかな？すいません。本当に疎くて。昨日ニュースでやったんですかね。はい。ちょっとそれで日経がどう上がったかちょっと見たいなと思って。こちらの方が、日経の先物になります。実は、日経は、この日本の株と比べれば、上がり下がりはしてますけど、今となっては穏やかです。この平行四辺形見ていただくとわかるんですけど、ここ、ちょっと平行四辺形がちょっと外れてるところは、これは上値のところは岸田内閣が決まりそうな時の値です。なので、この平行四辺形のチャートは、9ヶ月ぐらいの内容になります。上がり幅、下がり幅、若干下落トレンドになってる。高値から切り下がってきていて、安値はそのまんまっていうかこの斜めのライン。この平行四辺形の形になっています。だから、このままいくと、今ちょうどこの平行四辺形の上に来てるので、もしここから上がってくるんだったら、この平行四辺形の形は崩れます。なので、下がってきたらまだこのゾーンに入りますけど、上がってきたら、27,000を超えてきたら、今日下がってるね、これ。今日下がってます？ 26,500 ぐらい？今日。26,500 か。今日下がっちゃってますけど、この27,000をブレイクしたら、このゾーンは変わります。でも、多分これ結構硬いと思うので、日経は、僕はまだ下じゃないかなと思います。はい。こんな感じですね。はい、次行きますね。久々、インドのニフティ行きます。階段終わったんですね。エルサルバドルデフォルトしそうとか？ビットコインでですかね。ビットコインがあんだけ下がってるからやばいのかな？やっぱりキッシーとバイデンでは絵が冴えないな。もうあんまりわかんなかったですね、本当に。はい。すいません。なんか、僕もそんなニュースいつもしょっちゅう見てるわけじゃないので、あれですけど、あんまり聞こえてこないですね。はい。インドのニフティですけども、平行四辺形のちょっと見てください。こちらの方もだいたい9ヶ月ぐらいのチャートになっております。上がり幅、下がり幅と見ると、インドも残念ながら下落トレンドのように見えます。はい。下落の方が長いです。ここでね、この間、ドーンと、ここね、4月終わりから下げちゃったので、これが痛かったですね。で、今もまだ下げ止まって、ちょっと揉み合ってる状態なので、上がってきてもまだまだ下落トレンドの状態は続いておりますね、これ。はい。インドですね。で、
これ全部見ると、実は世界の株価指数全部下落トレンドに見えちゃうんですよ。香港も中国も。で、これずっとやってると全部下落トレンド、世界の株価指数全部下落トレンドなので、上昇トレンドのやつだけちょっとお見せしますね。なんかあんまりこれ下落ばっかじゃんってなるといけないので。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、米国株のエネルギーをちょっと見ていきますね。エクソンモービルと、ハリバートン。まずちょっとこれを、ハリバートンと、あとね、P&G だったかな？違ったかな？なんか作ってて、P&G だったかな？ペプシかな？ペプシも出すか。ペプシと、上昇トレンドか、コカ・コーラ、どっちがいいかな？コカ・コーラ、ペプシ、どっちもいいですけどね。まあいいや、たまにはペプシと P&G 出しますね。久々、個別株出しますね。はい。じゃあちょっと、ペプシを見てみます。ちょっと上すぎる。はい。ペプシの冷やしになります。ペプシは決算がもうだいぶ、ここか。良かったですね。で、これ見ていただくと、ペプシは下がってはいたんですけど、2回ダブルで下がってますけど、今ちょっとまた戻してきてます。ただ、今までのトレンドラインを見ていくと、こんな平行四辺形になりました。安値と高値をちょっとつないで平行四辺形した。これ見ていただくと、下落トレンドより上昇トレンドの方が長いですよね。ということで、こちらは、ペプシは上昇トレンドというふうに見れるかなと思います。大枠ですよ、これは。はい。で、今、上昇トレンドの付け根、下。なので、ペプシはもしかしたら、アメリカの株でも、上昇トレンドではないかな、数少ないね、上昇トレンドじゃないかなと思います。はい。次行きますね。P&G 行きます。P&G の冷やしです。ですね、P&G はですね、ちょっと微妙でですね、何が微妙かっていうと、この間、コストコとウォルマートが、あと、ターゲットがバーンと下がったんですよ。はい。なので、そうですね、ビットコインのせいですよね。はい。まあ、エルサルバトルはビットコインを多分ですけど、当時、買った時って、4万ドルくらいで買ってたんじゃないかな。4万ドルか3万、もっと安く買ったかな。4万ドル近辺で買ってた気がしますよ。あの人が、大統領が。うん。だから多分今の時点はやばいですよね。はい。まあ、もっと言うならば、マイクロストラテジーとかは、もっと高いところで買ってたと思いますけど、大丈夫でしょう。名前忘れちゃった。マイクロストラテジーの CEO 忘れちゃった。ジャック・ドーシー？違うわ。あれ、ツイッターか。名前忘れちゃった。はい。まあ、4万6千とか、なんか、それぐらいで買ってた気がします。ああいう人たち大量にバーッと買った時は売ってればあれですけど、持ち続けてかなり負債かもしれないですね。はい。すいません。で、この P&G がですね、ちょっと微妙なのは、僕がこのトレンドラインを引いた時に感じたのは、上昇トレンドと下降トレンドがほぼ同じ。これで、多分、レンジ相場。見えますかね？この赤いとこと青いところ。これで見ると、この P&G はこの縦軸と横軸で考えていても、ほぼレンジ相場ではないかなと思います。ただ直近ズドーンとここで
ウォルマートと一緒に日用品は落ちましたので、P&G もね、多分そういう日用品として扱われたのがここ落としてますので、この落としがこの平行四辺形のとこからポーンと出ちゃいました。こういう例外みたいな値。外れ値みたいになってますね、これが。はい。これがちょっと気になります。まあ、もうちょっと日用品はやっぱり値動き見ないといけないですけど、まあ、これをこういう風に持っていくかどうか。これがこうどんどん増えていくと下落トレンドになってきますので、はい。まあ、そんな感じです。これを増やしていくともう下落トレンド入りになります。で、エネルギーですね。まあ、見てわかるかと思いますけど、エクソンモービルこんな感じです。はい。綺麗な上昇トレンドです。平行四辺形もめちゃくちゃ書きやすかったです。しかも、下げが少ない。下げが少ない。ので、すごく上昇トレンドとして、綺麗な形をしている、エクソンモービルですね。はい。はい。上昇トレンドであります。それから、ハリバートンですね。これもエネルギー関係ですね。こちらも見ていただくとわかる。ハリバートンも下落をそんなにしてなくて、この間ちょっと一回ゴーンと落としましたね。これ。それ以外はまあ本当に安定しています。もうちょっとなんか、ニュースでやってた。今ちょうどアメリカはドライブシーズンになるんです。原油が高くなるかとか、なんかガソリンいっぱい積むんですかね、アメリカ人は。わかんないですけど、ドライブをたくさんするからって言って原油が上がるですかね。需要があるからってことでしょうかね。ちょっと、ちらっとなんかニュース見たときにどうなんだろうと思いましたけど。はい。NOC まだいい感じですね。手前味噌でごめんだけど。ごめんなさい。NOC です。スコーピオン、何これスコーピオタンカーズも好調ですよ。ちょっとわかんないのが出てきました。すみません。ちょっと待ってくださいね。それってティッカーコード NOC でいいんですか？ちょっと見ていいです。合ってるのかな？ NOC L？ これなんていうとこですか？そこで出ちゃった。ちょっといいですか？これ何の会社ですか？ちょっといいです。ちょっとごめんなさいね。防衛関係ね。テクノロジーで。航空関係。って書いてありますね。配当 1.51。決算、ぼちぼち。防衛関係強い。そうか、防衛関係確かに強いですね。まだやってなかった。レイセオンテクノロジーでしたっけ？防衛関係、そういえば、まだ見てなかったっすね。はい。そうですね。はいはい。ちょっと、せっかくなので、ちょっと分析させてもらっていいですか？僕のちょっと、この時間借りて。今日これちょっとやって終わりますよ。分析即興でいきます。せっかくなので。トレンドラインをパッパーっと、まず、ちょっと引いてきます。まずちょっと水平線を先に引かしてもらって、それからですね、縦軸を、4月のここ入れて、向こう3ヶ月間の、
やっぱ縦軸も大切ですね。この決算のあたり。それからこっちが1月の終わり。それからその直近の10月の終わり。まあこれぐらいの4期 ?1 期、2期、3期、4期。4期ぐらいいくか。1月の終わり。これぐらいで。はい。決算ぐらいの3ヶ月間。で、次にトレンドラインを引いてきます。一番まず引けそうなところが、上昇トレンド、ここ引きます。で、上昇トレンド上乗せします。最近この2段構えをよくやってます。反発するところが1段目、2段目です。なんか毎日最近こんなことばっか地味にやってます。下落トレンド書いてきます。下落トレンドはちょっと待ってくださいね。平均線もあるので、ここですね。3段目。ちょっと集中しちゃうときちょっと喋れんくなってごめんなさい。下落トレンド。まだ上昇トレンドも1個引けるな。ここ当たってますね。はい。ですね、上昇トレンドもう一段引いてきます。ここを持ってきて、ここにもう一段持ってきて、ここで見ていらっしゃる方もいるので、ぐらいですね。はい。OK です。それでは、ここからですね、簡単ではありますけども、この地点から1、2、あ、違う。ちょっとごめんなさい。これじゃない。これだ。はい。出ました。今即興ですけど、NOC、はい。ノースロップグルーマンという会社の、チャートになります。日足ですね。NOC。日足。ちょっとこれ簡単に入れます。で、今、調子いいですね。上もちょっと待ってください。もう一段あるな、これ。上昇トレンドがもう一段あります。こんな感じ。こう合わせて、これぐらいで見ていいな。はい。すいません。微調整しました。ということで、はい。NOC の今の即興ですけど、トレンドを見ると、はい。上昇トレンドでですね、ちょっとおかしい。はい。上昇トレンドで、そのうちの今も絶好調だっていうのがわかるのが上昇トレンドの上にいますね、すごい。上がってきて、このトレンドラインのこの位置にいるので、かなり上にいます。まだ下がってきても、まだ全然上昇トレンドのままですね。
そうか、防衛関係もまだ強いですよね。はい。わかりやすいですね、これ。すごい上昇トレンド。まだ相当下がっても、移動平均線がだって200日がまだこんな下ですもんね。黄色いところ。かなり下にありますので、相当いいじゃないですか。アメリカの今の中で、かなりいいですね。はい。僕もちょっと研究不足でしたけど、まだこれ、ここの、これも多分レイセオンテクノロジーだったっけ？これね。最近見てなかった。あれ俺見間違えてる？あれなんで？めちゃくちゃ下げてるぞ、ここ。気のせいか？めちゃくちゃ下げてるわけじゃなく、上昇トレンドだけど、最近下げてきてるのか。まだちょっとこれまた作りますね。多分、まだ上昇トレンドにいるんじゃないかと思います。ちょっと線引かないとパッパッとわからないですけどね。はい。アラートがある。これアラート消そう。あれなんだもう、ちょっと誤作動がちょっとあれですけど。はい。はい。ということで、防衛系もありましたもんね、一部。ほんとよく見てますね。はい。航空関係はまだ本当にレンジ相場みたいですね。デルタ航空は良かったですけど、あそこダメですね。相変わらず、ボーイングはダメですね。はい。はい。ということで、またね、特にその、上昇トレンド、下降トレンドだけで今簡単にちょっと説明させていただきましたけど、アメリカの株ずっと見ててもこんな下落ばっかになってますけども、その中でも、特に特徴があったりするものをまた、研究して、紹介できたらな、なんて思っております。下落のものってあんまり見たくはないんですけど、これでも勉強してね、特に、そうですね、チャンスが、今、やっと出てきた。今、やっとチャートが昔のが出てきました。はい。だいぶ下がってますね。はい。はい。すいません。戦闘担当。なるほどね。そうなんですね。なるほど、なるほど。東雲さんの言ってるスコーピオンなんとかっていうのは、なんだろう。スコーピオン、それも会社の名前ですかね。ちょっとティッカーコードがもし分かれば分析したかったですけど、僕がちょっと、これで見ればいいのか。ちょっとごめんなさいね。スコーピオン、なんだっけ。おたん、出ないぞ、そんなの。おたんこなすみたいなやつ。おたん、スコーピオンで会社で出るかな。スコーピオンジャパンが出ちゃった。いかんな。違うな。スコーピオン、やっぱ、ボタン、なんでひらがなが出ないの？カタカナが出ない。かーず。日本の会社かなこれ。なんすかこれ。ちょっとよくわかんないですね、これ。あれ？ちょっと今日インターネットが悪くってなんか、すいません。わからないな。スコーピオ。スコーピオンじゃないね。スコーピオ。
タンカーズ。あ、タンカーのことね。モナコのタンカーね。STNG ね。はい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 。STNG いきますいきます。最後ちょっとこれいきますわ。よく知ってますね。タンカー確かに。タンカー、そうか。STNG。いや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 。STNG。スコーピオンタンカーね。なんだこれ。久々見た、こんなの。久々こんな上昇トレンド見ましたよ。すごいですね。これ、なんか、タンカーってそういえばじっちゃまとかが好きそうですよね。違うかなタンカーね。なるほど。もしかしてこれ、あれです？原油とか天然ガスとか、運ぶときのルートがウクライナの関係で何か変わったときに、どっかの、例えば運河を渡らなきゃいけないとか、そういう路線の関係で、ここの会社のタンカーがすごく需要が多いとか、そういうことですかね。ちょっとごめんなさい。推測でいけないですけど、こんだけ需要が急に増えてるっていうのは、タンカーの需要があるってことですよね。航路の。すごいっすね。決算。決算すごいいいじゃないですか。あ、コロナの時ケチョンケチョンだったけどね。はあ。今回の決算いいですね。なるほど。ちょっとごめんなさいね、これ。ごめんなさい、もう時間あれ経っちゃってますけど、最後にこれだけ分析して終わりますね。もう木曜日お休みするからいいや。あれ ?1 月。そっか。10月。4期で見れば、ある。4期で、久々こういう上昇トレンドを、なんか書いてる気がしますね。配当が何？なんか配当はそんなにないけど、でも、あれですね、上がってるんですけど、去年の収益が悪かったので、EPS が PR 出てないですね。EPS がマイナス 4.66 なので、去年ひどかったんじゃないですか。コロナの時ひどかったんじゃないですか、これ。あれ？ちょっと長期で見ていいですか？ひどいっていうか、こうなっちゃってるんですね。スイングしてるんですね、すごい。タンカーこうなんですね。ちょっと長期で見るとこんな感じなんですね、タンカーは。今、ここだけ見るとすごい上がってましたけど、こういう感じなんですね。ずっと下がり続けていたけど、今、なんか、あれみたいですね。アップイズハンドルみたいな状態になってるっていうことですね。なるほど。でもまあ、ここで見るわけですからね。こんなとこ見たってしょうがないのでね。なるほど。で、こういうことですね。なるほど。はいはい。ちょっとこれですね、上昇トレンドが異常に書きにくいです。なので、ちょっと上昇トレンドを、この2段ぐらいで書かないと書けないと思われるので、まずここで1本、ここで2本、そう、急角度すぎちゃって、上昇トレンドが書けない。ここで見ますね。
1本、2本。で、下もあって3本。まだあるね。4本。底根がここ。4本と。はい。で、下降トレンド書きますね。下降トレンド一番わかりやすいのは、ここのトレンドをちょっとまず見ていきましょう。ここはつけますね。はい、1本。ここのトレンドで下降している部分、この角度をちょっと合わせます。2本。3本。から、4、ここでももみ合ってる。で、一番トップのところが今どうなるかという感じですね。はい。あとですね、上にあるな。をつけてるかどうかも見たいです。はい。ですね。これどこで基準に見るかな。で見るのか。これすっごい難しい。これめっちゃむずいっす。ちょっと待ってくださいね、これ。カップイズハンドルの場合、このトレンドが、これ、書けないです。この平行四辺形書けないです。わかった、これ。初めて見た。なんでかっていうと、これ完全下降トレンドじゃないですか、ここが。ここ上昇トレンドじゃないですか。だからトレンドが違うので、この平行四辺形おかしくなっちゃうんですよ。なので、下降トレンドは下降トレンドで書いて、こうね。で、完全にここから上昇トレンドになってるトレンド転換してますね、これ。当たり前ですけど、見りゃわかるですけど。ここまでの領域と、ここまでの領域と、もう一個書けるかな。ここか。ここまでの領域が違うんだな、全然。はい。こういうことですよね。はい。すいません。なんか変なあれで。こちらと、もう完全にこれを
アップイズハンドルなので、これをちょっと色を変えて、こういう風にします。はい。ちょっとすいませんね、なんか即興で。はい。こういう風に見えますね。下落トレンドから完全上昇トレンドで、ここ、でもウクライナの関係で、タンカーで、この銘柄を見つけるってすごいですね。いや、すごいと思います。よくこの情報を見つけましたよね。これはすごい。初めてです。こんな風に書いたの。アップイズハンドルみたいなの書いたの。勉強になりました。これは。ちょっと書いと。トレードは多分、なかなかできないですけど、STNG か、いやし。いやー、すごいですね。こんなのよく見つけましたよ。去年だったらこういうのいっぱいあったんでしょうけどね。今年ほんと珍しい。こんなの書いたの。はい。楽しかったです。と思ったもん。俺、100個ぐらい書いてるけど、こんなの書いたことないですもんね、今。はい。ありがとうございます。今日面白いものをこうやって入れましたね。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけどもね。こんな感じで、もしね、ライブ見てらっしゃる方とか、もしいたらね、なんかこの銘柄とかどうってことで、僕なりですけど、こうやって即興にね、自分も勉強したいので、テクニカルとか書いたりとか、できれば、嬉しいなと思います。はい。はい。最近本当に自分が持っているというか、そのトレードしている中でもそうですし、CFD、200銘柄ぐらい、ほとんど下がってるものばっか書いてるので、慣れちゃったっていうか、もうみんな一方通行が多いんですよ。レンジか下げてるか。コモディティは若干上がってたりするんですけど、さっきの、やっぱり、アップイズハンドルみたいになってるものは、なかなかお目にかかれない。あんなのを探してくるのすごいと思います。はい。はい。ということで、今現在どうなってますかね。まだナスダックとか相変わらずダメですかね。はい。ちょっと遅いですね。はい。ちょっと戻してるみたいですね。はい。それではですね、すいません。今日これで終わって、木曜日一回、すいません。体験学習ということで、家庭教師のね、お休みさせていただきます。で、土曜日にまた世界株と今週の動き、とか、またなんか、ネタがありましたら、日本の岸田さんのネタは多分ね、ないと思うんですけど、何かあったらね、またちょっと特集で出していきたいなと思います。また、なんかチャートとかで、面白いなとか、こういうのどうっていうのがあればね、ぜひ、ご意見いただけたら、僕も一緒にね、勉強していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。これずいぶん前にダンさんが進めて、その時は買わない。そうだったんですね。すごいですね、ダンさん。タンカーのやつ。タンカー。海運株ってちらほら言ってましたね。海運株とは聞いてたんですけどね。はい。すいません。閉めちゃったので時差になっちゃいました。はい。はい。今日はこんな感じで終わります。じゃあ今度、土曜日、11時からになります。また東雲さんもなんかやってる場合、ちょっと僕、設定うまくやって、入れるようにしますので。はい。よろしくお願いします。はい。今日はそんな感じで終わりますね。どうもありがとうございました。失礼いたします。